では何か質問がありましたら。顔と体など、傾いた時のアクセサリーの傾きの指定とかはデフォーマーを親にすればブレンドシェイプでそれぞれ簡単に設定できますでしょうか？賢いね。めっちゃ賢い。まさにその通りなんですよ。ってことはさ、ちょっと待って。私さっきめっちゃ一生懸命角度 Z の話したじゃん。これブレンドシェイプでできんじゃねえの？ちょっと待って。嫌な予感がする。嫌な予感っていいことなんだけど、さっき説明したこともういらないんじゃないの？すみません、ちょっと実験していい？できてるくね？ちょっと待って、嘘でしょ？できるわ、これ。マジでショックだわ。ショックすぎるんだけど。しんど。ただ、ちょっとね、格付きはあるっぽいわ。どうかな？ちょっと格付きが物レンザのやつよりはでかいかもしんない。格付きでかいかもしんないけど、まあ。スムージェンとかグとかうまく使えばなんとかなるんじゃないですかね。まあ、ありがたいですね。物レンザで変なことしなくてもいけるようになるのは。まあ、ブレンドシェイプ、すごいな。ブレンドシェイプすごかったわ。目の補正の仕方を知りたいです。目パラメータ 1.2 までつけていると物理演算で入力角度が初期位置傾いてしまうので入力の正規方のうまいやり方ありますでしょうか？まあそう、私もね 1.2 まで作ってるんよ。そうするとですね、目ってさ、場所が傾いてるじゃん、デフォルト位置の。例えばこの目の傾きを、まあよくある瞳孔が伸縮するパラメーターがあるとするじゃないですか。こんな感じでね。これがね、1x だったら、こんな感じで特に問題なくこんな感じで綺麗に入れるわけですよ。だからこれが角度だとどうなるかっていうと、わかる？瞳孔伸縮が傾いちゃってるわけよ。この目の開閉の初期位置がね、右側に寄ってるから、それを角度でね、種別角度で入れた出力パラメーターも傾いちゃってるわけですよ。これが良くないんですよね。これを変えたいわけよ。まず左目開閉プラスっていうやつを作ってください。プラスとマイナスを一旦パラメーターをプラスマイナスで分離させて、それを入力に入れる感じ。ちょっとね、調整難しいかもしれないけど、でもこれでパラメータデフォルト値にしたらちゃんとね、初期位置に戻るから。いろいろその初期位置がね、こんな風に変なところにあるやつとかはよく使ってました。質問失礼します。待機モーションを作っても VTube スタジオに持っていくと動いてくれません。調べてもわからなかったのでお助け願いたいです。多分この待機モーションのこれをここに入れるっていうのは多分すでに知ってらっしゃると思うんですけど、このアイドリングモーションなんですけど、この待機モーションね。これトラッキングに入れてるパラメータ動かないんですよ。優先順位があって、トラッキングに入ってるやつは、待機モーションでモーションつけても、こっちでつけて入れても動かないです。トラッキングの方が優先されます。物理演算かトラッキングに入れてるパラメータを待機モーションで動かそうとしてるから、優先順位が発動して動かないんじゃないかなって思うんですよね。あとはその他のアニメーションファイルで使ったりしてない？こういうとこで。こっちのアニメーションファイルで、普通のアニメーションで使ってるパラメータだったりしませんかね？そっちはもしかしたら優先順位あったかもしれない。こんばんは。ひもの先生の髪の揺れ構造を見ながらモデリングをしたのですが、VTube スタジオ側とライブ 2D の物理演算と揺れが違うのは FPS 以外に何か問題があるのでしょうか？ VTube スタジオくんがね、どうしてもね、なんかね、動きにすっごいね、強い補正がかかってて、それのせいで、どうしても動きちょっとだけ変わります。ちょっと動きが弱くなっちゃうので、こればっかりはね、仕方ないですね。何か問題があるんじゃなくて VTube スタジオの仕様です。それに関しては、ねじまライブくんの方が優秀ですね。ねじまライブくんは、やっぱライブ 2D 社が作ってるだけあって、そのまんま動きます。まあ、その代わりね、VTube スタジオくん、大きく動いても変にブレがなかったりするので、そのブレをなくすためのね、措置なので、こればっかりはね、ちょっと我慢して、ほんの少し大きめに物理演算をつけたりするのがいいかもしれない。質問失礼します。現在作っているモデルが三つ編みを後ろでハーフアップにしており、三つ編みを左右それぞれ1枚のパーツで作っています。ですが、それだと左右を向くときに三つ編みがミョーンと伸びてしまい、違和感が出てしまいました。解決するには一房ずつで分けるしかないでしょうか？また、髪が大きく揺れた際に貫通してしまいます。こんな感じではみ出して書く。三つ編みだと思ってね、はみ出して書いてください。で、それを隠すマスクレイヤーを作ってください。さらに、境目の線画も作ってください。これは、ちょっとはみ出して書いて、三つ編みにクリッピングしてください。これをね。で、こいつはマスクの反転で、これで隠してください。このマスクレイヤーで隠してください。そんで、その状態で、こいつだけ動かすことによって、こんな感じで隠れるから、これで角度の X で隠せないかな？三つ編みを。三つ編み一房一房消しよりかはだいぶ楽だと思うんだよね。これでどうですかね？で、髪の毛貫通はね、やっぱ貫通しないように設定してやるしかないと思う。要は、
あれだよね。髪の毛がすごい、こうやって動いちゃってそこで貫通しちゃうってことだよね。多分その、三つ編みがこうしっかり止めてあるんだったら、そこは動かないはずだから、そこより下から動かしちゃった方がいいと思うわ。どうしても動かしたかったら、こうやって、やって、膨らんだところに合わせてまた新しくデフォーマー作って、三つ編みも膨らましてやった方がいいと思います。ということで、本日はこの辺で終わりにしようかな。